華やかできらびやか。これからはここがあなたの住む世界。この瞬間を覚えていて、次第に満足できなくなり、あなたは常に次を求めるようになるのでございます。皆様こんにちは。すぐみモデラーのたまです。今回はカルソニック、スカイライン GTR を制作しますよ。以前から探していたキット、ようやく手に入れることができました。フリマサイトを1日に何度も更新して、新着商品を秒で購入してやりました。初回は1990年に発売されたこのキット。箱の劣化具合からしても当時のものだと思われます。ですがパーツの品質は保たれており、適切な環境下での保管だったようです。成型色でもカルソニックの雰囲気を存分に味わえますね。内装パーツの量は少し多く感じます。このラベルだけでも保管しておきたいくらいです。まあ開封したら速攻で捨てますけどね。シャシー類は珍しいグレーの成型色。そして今回の出品者様を選んだ理由がこちら。メーカーに請求したデカールを同封してくださいました。これは本当にありがたいです。こんなパッケージで送られてくるのですね。説明書はタミヤ様らしくない指示が盛りだくさん。フロントバンパーにダクト用の穴を開けろとの指示。こういうの大嫌いなんですよね。デカールは見るからにシンプル。少し楽できそうです。カルソニックカラーには本来調色が必要。ブルーとスカイブルーを混ぜろとのこと。こんなもん面倒なので一撃で済ますと量を買ってきました。内箱の焼け具合が最高ですね。なんとなくバブル期の匂いが残っています。パーツ数は標準的。それでは製作スタートでございます。少し年代を感じる品質。各箇所の造形の甘さを見て取れます。驚いたのがクリアボンネット。90年代初頭のタミヤ様は気でも狂っていたのでしょうか。ここにダクトの穴を開けろだなんて、プラモ初心者を落胆させたいとしか思えない所業でございます。こんな作業が好きなのはごく一部の物好きモデラーだけ。裏から照明を当ててカットする箇所をマークします。ピンバイスで四方に穴を開けて切り抜きましょう。こういうアンミスが命取りの作業をさせる工程は良くないです。開封して組み立てることすらできないのはタミヤ様らしくないですね。おお。やっぱこのダクトがないと GTR じゃないですよね。海外の視聴者様からも人気な拷問器具。今宵も素敵な声を響かせてください。モールディングの甘さ。多く散らばるバリアパーキングライン。すべて目立つ箇所にあるのでごまかすこともできません。スカイラインのアイデンティティとも言えるテール周り。ここも難易度は高めですが深く筋彫りをして立体感を出します。下地処理だけでもかなりの手間をかけてくれました。
想像よりも時間を費やしているので予定が崩れゆくのを感じます。こんなところにも穴を開けろとの指示。完全に見逃していました。なぜ最初から開けてくれなかったのでしょうか。まずは基準となる穴を開けて、ちんたらやってられないので本気出します。いきなりぶっといので掘ったらダメですよ。徐々に広げないとプラくらい一撃でねじれてしまいます。手間かけさせやがって。ちなみにこの穴はぴったり5ミリでございました。プラモでこんな厚かったの初めてです。穴の針も落として綺麗に仕上がりました。カウルの裏打ちにフラットブラックを吹きます。塗装しなくてもバレないくらいに綺麗な成型色ブルー。車内のドンバラも再現されておりゾクゾクします。ツーピースのホイールもメッキで美しくコーティングされています。ミラーがこんなところに、かなりの確率で塗り忘れるので要注意。エンジンまで再現されていました。切り忘れもないようです。クリアパーツを裏から塗装するとこんなにも綺麗になるのですね。これは良い勉強になりました。次はおサフを吹き付ける準備をしましょう。車内パーツもあるので大変ですよ。ガイアの青サフ。隠蔽力と発直が良く、縦に長い瓶は小スペースで助かります。いつもながらサフの質感は本当に美しい。さえ渡る陰影から目が離せなくなります。今回のメインカラーに選んだのは、フィニッシャーズのソニックブルー。カルソニックカラーのためにあるようなネーミングですね。
相変わらず生めかしい年生でございます。いい加減内蓋やめてほしいのですが。希釈率は一体 1.5 くらいでしょうか。まあ適当です。半日乾燥機に監禁していただきました。お日様が輝く鮮やかなブルーに染まりました。さてお次はデカールを貼ってみましょうか。1990年当時の説明書ではデカール請求は170円とのこと。今ではこうはいかないのでしょうね。さすが綺麗な状態に私の心もふわふわと浮き上がりそうです。まずはルーフから貼ってみましょう。まだ室温は低い日が続きますが保温器なしの水でチェック。すんなり台紙から剥がれてくれたので木が晴れてゆくのを実感します。リアウィングにもシンプルなデカール。ナンバー12が日本のレース誌に揺さぶりをかけます。デビューレースで3位以下を周回遅れにして圧勝。そして同年の総合優勝。当時レースに詳しくない子供の私もこのマシンを知るほどに有名でした。カルソニックは1938年に日本ラジエーター製造株式会社として創立。日産とは1954年から関係が深くなります。1988年にカルソニックに社名変更。2000年には日産のレーシングカーのスポンサーを多く手掛けた完成と合併。2015年には売上高1兆円を突破したそうです。2019年にはイタリアの自動車部品メーカー、マニエッティマレリを買収。社名をマレリ株式会社に変更しました。しかし新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う世界的な景気減速により経営状態が悪化し、2022年には金融機関に対する債務が1兆円規模に達したそうです。レースファンには見慣れたカルソニックカラー。どんな企業も浮き沈みのある船に揺られているのだと実感します。日産といえばニスモ。この名前がつくだけでブランド力は跳ね上がります。星野和義と鈴木敏夫。日本のレースシーンを代表するレーシングドライバー。まさにこの時代の転換点を築くことになります。レースに勝つことを目指して開発された日本車。R32GTR は画期的な存在でした。超ハイテク装置で武装された車体。優れた堅牢なエンジンと調教されたツインターボ。レースにおいて珍しい4人駆動というレイアウト。当時、星野和義は、四駆って聞いて最初は笑っちゃったよ。ラリーじゃないんだからさ。と、日本一速い男でさえも未知のマシンに笑っていたそうです。鈴木敏夫はこのシリーズ6戦中5勝を決め、
圧倒的な速さでシリーズチャンピオンを獲得。その後も GTR との関わりは深く、2008年にはニュルブルクリンク市販車最速タイムを記録します。そしてあっという間にデカールを張り終えました。冬がそろそろ終わる頃になると風が吹き荒れます。ゴーッというなりの合間にピューッと見えない風を引き裂く音。ただ目を閉じて一息ついているだけでもざわめきが心地よいです。閉じたまぶた越しでもお日様の暖かさ感じます。調子に乗ってるとがたぶる震えるほど冷えたので戻ってきました。エンジンの組み立てを始めましょう。見せるつもりはさらさらないので適当に塗装しましたが、それなりに形になってくれるのがタミヤ様のすごいところ。こんなバネなんて全く見えないんですよ。無塗装でも良いくらいですが塗ってしまうんですよね。愛車の車庫長も新調したいのですがお高いんですよね。キャリパーとローターは筆塗りでものの数分でございます。気がつけばデカールが欠けていたので補修作業。マスキングである程度の枠を作って、ホワイトをちょんちょんと塗ればバレないでしょう。若干縦に長い気がしますがモニターのアスペクト比が狂っただけでございます。直列6気筒の RB26 エンジン。デメリットである長い全長をものともしないハイパワー。長年にわたり GTR を頂点に君臨させました。今も昔も変わらず軸受けキャットはタミヤ様にはなくてはならない存在。伝統の工程だけあって説明書なんていらないですね。今回も EX クリアで光り輝いていただきます。乾燥待ちに車体を進めてみましょう。このキットはタミヤ様らしからぬ精度の甘さが気になります。いつものタミヤ様ならもう少しカチッとしたクオリティを感じるのですが、すべてがだるい感じで制作に案外時間がかかっております。微妙に浮き上がってくるので高速具でしばしご褒美。黒猫がおやつの匂いをたどってはるばるやってきました。こんなもの食べたらお腹壊しちゃうよ。後で鰹節か煮干しあげるからね。いやしかしマジでこのお菓子おいしい。指定の40リットルゴミ袋1杯分欲しいくらいです。
黒猫も煮干しプールで泳ぐのが夢ですもんね。ラジエーターホースまで再現したタミヤ様。最近はレーシングカーの新作キット出してくれませんね。シャシー裏に取り付けるこの部品は何でしょうか？マルチリンク式の足回り。エンジンの強大なパワーを的確に路面へと伝達します。棒やすりで穴を拡張しないと入らないドライブシャフト。形になってしまえばさすがのタミヤ様といったところでしょうか。素晴らしい造形でございます。クリアが完走しました。塗面はとても納得いくものではございませんが深い艶を出せました。今回も紙安の4000番を使用して磨いてみましょう。塗り分けはないですがボディのエッジが多く絶妙に磨きづらいです。ですが塗面は綺麗に整えることができましたね。6000番は動画編集マジックで一瞬で終了。8000番も異世界転生アニメを見てたら一瞬で終了。1万番は結構時間をかけましたが、6000番での作業の甘さが原因で傷が残ったままの箇所が多かったです。そんな傷はいくら1万番で頑張っても意味はないので諦めます。次のキットで気をつけるという勉強になりましたね。まあ覚えていたらのお話ですけどね。水分を吹き飛ばしてコンパウンドで最終磨きを行います。セラミックコンパウンド。こいつ以外に使う意味があるのかというほど信頼しています。溺れるほどに深い艶。想像以上に深いプールで焦った記憶が蘇ります。そんな苦い思い出とともに、この青く美しい水面に私の思いは深まるばかりでございます。そろそろ23時頃かなと思ったらとうに深夜3時を回っておりました。車で遠出して日の出にお散歩。誰もいない神社でカメラを斜めに構えながら歩く不審者。私が警官なら一撃で職務質問案件ですね。特に信仰が濃いわけではない私ですが、こういう場所に来ると不思議と気持ちが彩る気がします。ちょっと場違いなところに来てしまった感がございますが、見下ろす世界はとても綺麗で、何より美しいのでございます。箱車キットの厄介パート。それが窓枠塗装。しかもこのキットの窓枠はモールドが甘く、ピラー部分はかなり細いので難易度は高いです。
よくこすりつけて密着させます。基本はこれの繰り返し。しかしある程度貼る順番を考えないと、マスキングが交わる部分でモールドがトレースできないこともございます。カットするラインを見失わないようにペンで線を描きます。カットするときは刃を途中で抜かないように、最後まで切り裂いてください。カット後はもう一度よくこすりつけておくように。低粘着用マスキングで全体を覆い隠します。この時期になると私の中に潜む花粉症が猛威を振るっておりまして、強烈な鼻づまりと滝のように流れ出る鼻水で集中力を欠いてございます。かれこれ鼻水5万バレルは放出しました。鼻にティッシュを詰めて作業をしているので、桃色と息が聞こえてきても気にしないでください。窓枠にもフラットブラック、厚塗り対策に隠蔽力の強さを重視しています。面倒なことにウィンドウパーツにも枠を塗らないといけません。一応わかりやすくなっているのでマスキングは楽ですね。ざっとこんなもんですね。乾燥待ちには細かなパーツを塗り塗り。窓枠塗装が乾燥しました。シルビアみたいになっちゃいました。デカールごとクリア層まで剥がさないよう慎重に。
濃く低粘着マスキングテープでも結構緊張します。鼻詰まりを忘れてしまうほどに息を止めて集中していました。深い呼吸をして血液の循環を再開させるのでございます。テールランプの内部は筆で適当に塗ってしまいます。ヘッドライトも同様です。こういう時こそエナメル塗料の本領発揮ですね。マスキングするにはデコボコすぎる造形。ホイールの塗り分けに判断を迷いました。持ってるけどほとんど使わないマスキングゾル。たまにはがっつり活用してみましょう。リム部分にだけマスキングします。昔のマスキングゾルに比べたら随分と塗りやすくなりましたね。思いもよらない美しさにうっとり。エンブレムをデカールにしなかった意味を教えてください。R32 といえばこのハンドル周り。今見るとクラシックですがやっぱりかっこよいです。ドアの内張りなどは手を抜きました。すべて花粉症のせいなのでございます。既視感があると思ったらインプレッサ WRC の車内かと思いました。これはジャッキでしょうか。謎の粒を底に貼り付けてゆく作業。日産にはいかついサイド出しマフラーがよく似合います。裏なんて見ませんが格好よく仕上がりました。このテールは最高に素敵でございます。ヘッドライトレンズはカチッとはまらないので、位置合わせに少々戸惑いました。
トランクフックやボンネットピンってロマンですよね。メリメリと気持ちよすぎる剥がれ方。ですが剥がれちゃダメなところまで剥がれてます。マスキングゾルもなかなか使い道ありそうだと再認識できました。適当に補修しておけばバレないくらいに綺麗になりました。ウィンドウパーツは接着剤をつけるのりしろが小さいので厄介。カルソニックスカイライン。あなたの誕生を懐かしく思います。よくご覧なさい。これがあなたの住む世界。すべての目があなたに集中しています。この瞬間を覚えていて、あなたが今感じているこの空気、この風、この光景、過去の人々にとってはまさに夢でした。次第にあなたはそれが普通だと思うようになり、やがてもっと強く、もっと早く、もっと遠くを求めるようになるでしょう。それでも時々立ち止まり、当時感じたあの瞬間を見つめ直すことが必要です。嫌顔でも多くの目があなたを捉えて離さない。あなたは羨望の渦に飲まれるばかり。速く走る装置を欲する日々。いくら後悔しても戻らないあの瞬間。常にあなたは限界を超える力の象徴。降り注ぐような星々に見守られている重圧。どんなにあがいてもそれを見せないことくらい知っています。でも静寂の中に耳を澄ませば聞こえるでしょう。あの青く光る空の下での歓声。風と共に感じた熱狂を。またいつかあなた様のご活躍を拝見できることを心より願っています。どうぞ足元をすくわれないようにご注意を。日産、カルソニックスカイライン GTR。完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。